滑るから気をつけて、ババア。若い教師の声が体育館に響いた。数人の笑い声。橋本春代の手からモップが滑り落ちた。カラン、と音がした。誰も何も言わなかった。73歳の女性はただ静かに立っていた。老眼鏡の奥で目が震えていた。冗談で人は傷つくものよ。彼女の声は静かだった。けれどその言葉には何かが宿っていた。若い教師の笑顔が固まった。春代はモップを拾い上げた。そして体育館を出て行った。その背中を誰も追わなかった。けれど彼らはまだ知らなかった。この女性が15年前のある事件とつながっていることを、そしてこの出会いがすべてを変えることを。午前5時半、横浜市立末広中学校の廊下にはまだ薄い朝霧が漂っていました。モップを敷く音だけが響きます。静かで規則的でした。橋本春代はゆっくりと歩きました。73歳。腰は昔ほど強くありませんでしたが、手はまだ動きました。今日もきれいにしよう。彼女は毎朝、こうつぶやきます。誰に聞かせるでもなく。3階の廊下。3年2組の教室前で、春代は足を止めました。黒板が見えました。白いチョークで書かれた文字。ババア、消えろ。春代は何も言いませんでした。バケツの水にスポンジを浸して絞りました。黒板にスポンジを当てます。ゆっくりと左右に動かしました。文字が消えていきます。けれど完全には消えませんでした。もう一度こすりました。消視力を込めて。きれいになりました。雑巾のシミは落ちるのに。春代は小さく言いました。心のシミはなかなか落ちない。春代がこの学校で働き始めたのは10年前でした。夫が亡くなって1年後、年金だけでは暮らせませんでした。週3日、朝5時半から8時まで。時給は高くありませんでしたが、それでも仕事でした。最初は良かったのです。静かな学校が好きでした。けれど、いつの間にか変わりました。黒板に残る言葉。うるさい。邪魔。いらない。春代は黙って消しました。毎日消し続けました。大丈夫。子供たちだもの。自分に言い聞かせました。でも、今朝の文字は違いました。消えろ。明確な拒絶でした。春代は窓の外を見ました。校庭の桜の木。春には花が咲きます。私もあんなだったのにな。昔を思い出しました。自分も学生だった頃、学校の掃除のおばさんがいました。名前は思い出せませんでしたが、いつも笑顔で挨拶してくれました。おはよう。今日も良い日になるよ。あの時は何とも思いませんでした。今になってその言葉の重さがわかりました。春代はモップを持ちました。廊下を拭き続けます。きれいだと気持ちも良くなるから。8時が近づきました。生徒たちが来る時間です。春代は清掃道具を片付けました。玄関を出ると教頭先生が声をかけました。橋本さん、お疲れ様です。今日も学校がきれいですね。いえ、私の仕事ですから。春代は頭を下げました。学校を出てバス停へ歩きました。なぜあんなことを書くんだろう。答えは出ませんでした。バスに乗りました。窓の外、学校が遠ざかっていきます。明日も行かなきゃ。小さくつぶやきました。モップの音。スポンジを絞る音。
そして消えない文字。心の中に何かが残りました。新学期の朝でした。春代はいつものように学校に来ました。午前5時半。まだ誰もいない職員室の前を通りかかったとき、ふと立ち止まりました。ドアヌガラス越しに新しい名札が見えました。体育岡田祐希。春代の手が止まりました。モップを握ったまま動けませんでした。岡田。小さくつぶやきました。その名前には覚えがありました。15年前のことです。孫の友心がまだ小学生だった頃、学校から帰ってくるといつも黙っていました。ゆうま、今日はどうだった？春代が聞いても別にとしか答えませんでした。ある日、友心の腕に青あざがあるのを見つけました。これ、どうしたの？転んだ。友心は目をそらしました。嘘だとわかりました。けれど、それ以上聞けませんでした。やがて真実がわかりました。同じクラスの男の子たちが友心をいじめていたのです。給食を取り上げたり、ランドセルを隠したり、休み時間に暴力を振るったり、担任の先生が教えてくれました。申し訳ございません。気づくのが遅れまして、その中に岡田という名前がありました。春代は学校に何度も通いました。相手の親にも会いました。すみません。息子がご迷惑を。岡田の父親は頭を下げました。けれど、その目には誠意が感じられませんでした。子供同士のことですから。そう言って、すぐに帰ってしまいました。友心は、その後転校しました。今は大学生になって、東京で暮らしています。あの時のことは、もう話しません。春代も聞きません。でも、忘れたわけではありませんでした。まさか、同時人じゃないわよね。春代は、職員室のドアに近づきました。ガラス越しに、もう一度名札を確認しました。岡田祐希。年齢は書いてありませんでした。けれど、もし15年前の少年なら、今は20代後半のはずです。よくある名前だもの。自分に言い聞かせました。けれど、胸の奥で何かがざわめきました。嫌な予感でした。窓の外から、生徒たちの声が聞こえてきました。新しいクラスの朝、笑い声が校庭に響いていました。春代はモップを立てました。深呼吸をしました。大丈夫。きっと違う人よ。そう言いながら手が少し震えていました。廊下を歩き始めました。けれど足取りは重かったのです。モップを引く音がいつもより大きく聞こえました。1時間後、春代が2階の廊下を掃除していると階段から足音が聞こえました。おはようございます。元気な声でした。振り返ると若い男性教師が立っていました。ジャージ姿、体育教師のようでした。あ、おはようございます。春代は軽く頭を下げました。はじめまして。今日から体育を担当する岡田です。よろしくお願いします。岡田は笑顔で挨拶しました。春代は顔を上げました。その顔を見た瞬間、心臓が止まりそうになりました。面影がありました。15年前、学校で見たあの少年の目の形、歯の筋、そして笑い方。春代は何も言えませんでした。清掃の方ですか？いつもありがとうございます。岡田はもう一度頭を下げて階段を上がっていきました。春代はその場に立ち尽くしました。モップが手から滑り落ちそうになりました。同じ人、小さくつぶやきました。確信はありませんでした。けれど否定もできませんでした。窓の外、桜の木が風に揺れていました。春代はもう一度深呼吸をしました。きっと違うわ。
きっと。そう言い聞かせました。けれど、胸の奥の不安は消えませんでした。手が震えていました。その日の午後、春代は体育館にいました。ワックスを塗る日でした。床一面に薄く液を伸ばしていきます。膝をついて、丁寧に、きれいになるといいな。独り言を言いながら手を動かしました。体育館の入り口から足音が聞こえました。振り返ると岡田が立っていました。他にも若い教師が2人。体育の授業の準備をしに来たようでした。あ、清掃中でしたか。岡田が言いました。はい。もう少しで終わります。春代は立ち上がりました。すみません。急ぎじゃないので大丈夫ですよ。岡田は笑顔でした。春代はうなずいて、また作業に戻りました。しばらくして、岡田が同僚の教師と話しながら近づいてきました。このワックス、滑るから気をつけてくださいね。岡田が言いました。はい、ありがとうございます。春代は答えました。そして岡田が続けました。滑るから気をつけて、バガー。一瞬の沈黙。冗談です。冗談。岡田は笑いました。横にいた若い教師たちも小さく笑いました。春代の手が止まりました。モップの絵が手から滑り落ちました。カランと音がしました。春代は何も言いませんでした。ただ岡田を見ました。その目は静かでした。けれど何かが違いました。岡田の笑顔が少しずつ固まっていきました。あ、すみません。本当に冗談で。岡田が言い訳を始めました。春代はゆっくりと口を開きました。冗談で人は傷つくものよ。声は静かでした。けれどその言葉には重みがありました。それを知っておいた方がいいわ。岡田は何も言えませんでした。若い教師たちも黙りました。春代はモップを拾い上げました。失礼します。そう言って体育館を出ました。廊下を歩きながら、春代の胸に声がよみがえりました。ゆうま、学校なんて行かなくていい。15年前の声。泣きながら帰ってきた友心の声でした。あの日、友心はランドセルを投げ出して言いました。もう行きたくない。みんなが僕をいじめるんだ。春代は友心を抱きしめました。大丈夫よ。大丈夫。そう言いながら自分も泣いていました。けれど何もできませんでした。学校に抗議しても相手の親に訴えても何も変わりませんでした。友心の背中に自分は何もしてあげられなかった。その時の無力感が今も残っていました。あの時もっと強く言えていたら。春代は立ち止まりました。窓の外を見ました。校庭では生徒たちが体育の授業を受けていました。でも今は違う。小さくつぶやきました。今の私は黙っていない。その日の夕方、春代が職員室前を通りかかると、中から声が聞こえました。岡田先生、さっきのはちょっとまずかったんじゃないですか。若い女性教師の声でした。いや、でも冗談だったし。岡田の声。冗談でも、あれはダメですよ。ハラスメントになりかねません。そんな大げさな。あの人も怒ってなかったし。怒ってなかったように見えただけかもしれませんよ。そうかな。岡田の声が小さくなりました。春代はそっとその場を離れました。帰り道。バスの中で春代は考えました。岡田先生はあの時の少年なのかしら。確信はまだありませんでした。でも、もし同時人だとしたら、彼は何も変わっていないのかもしれない。窓の外、夕焼けが赤く染まっていました。春代は目を閉じました。友心の顔が浮かびました。あの時の
泣いていた顔。もう二度と誰にもあんな思いをさせたくない。小さくつぶやきました。翌朝、春代はいつものように学校に来ました。けれど何かが変わっていました。職員室の前を通ると、岡田と目が合いました。岡田は少し気まずそうに目をそらしました。春代は何も言わず通り過ぎました。廊下でモップを動かしながら思いました。これからどうなるのかしら。不安でした。けれど同時に何かが芽生えていました。もう黙っていられないという気持ち。春代の手はいつもより強くモップを握っていました。その日の夕方、雨が降り始めました。春代は学校を出るときに空を見上げました。灰色の雲が広がっていました。傘持ってこなかったわ。小さくつぶやきました。けれど仕方ありませんでした。バス停まで走るしかありません。横浜駅の東口に着いたとき、雨は本降りになっていました。春代は濡れた髪を手で拭いました。コートもびっしょりでした。参ったな。そう言いながら改札へ向かいました。その時でした。バッグから何かが滑り落ちました。一枚の封筒。春代は慌てて拾おうとしました。けれど封筒はすでに雨に濡れていました。水たまりに落ちて文字がにじみ始めました。そのブーとウには見覚えがありました。15年前、友人が書いた手紙でした。春代はずっと大切に持っていました。バッグの内ポケットにいつも入れていました。けれど今日は違う場所に入れてしまったのです。封筒を拾い上げました。手紙を取り出しました。おばあちゃん、ごめん。僕は強くなれなかった。友人の文字。拙い、けれど一生懸命書いた文字でした。雨でインクがにじんでいきます。ユーマ。春代の声が震えました。あの日のことを思い出しました。友人が転校する前の夜。おばあちゃん、僕、ダメな子だよね。友人は泣いていました。そんなことないわ。春代は友人を抱きしめました。強くなれなくてごめん。ユーマは強いわよ。ちゃんと生きてるじゃない。友人は小さくうなずきました。そしてこの手紙を書いたのです。春代は改札の壁に背を預けました。雨の音が耳に響きます。ユーマ生きてるの。小さくつぶやきました。友人は今、東京で大学生活を送っています。元気にしていると聞いています。でも、心の傷は癒えたのでしょうか。春代にはわかりませんでした。手紙の文字がどんどん消えていきます。春代は必死に手紙をコートの中にしまいました。けれど、もう遅かったのです。大切な言葉が雨で流れてしまいました。守れなかった。春代は目を閉じました。その時、頭の中に岡田の顔が浮かびました。あの笑顔、ババアと言った時の軽い口調、そして友人をいじめていた少年の顔。許す。春代はつぶやきました。許すって何だろう。わかりませんでした。許せばすべてが終わるの。違う。許すことは彼らに免罪符を与えることだ。私はもう誰にも逃がさない。答えは出ませんでした。雨はさらに強くなりました。駅の構内にいる人たちが慌てて走っていきます。春代だけが壁によりかかったまま動きませんでした。私は何をすればいいの？問いかけました。けれど答える人はいませんでした。しばらくして、春代はゆっくりと目を開けました。濡れた手紙をもう一度見ました。文字はほとんど消えていました。けれど、友心の気持ちは消えていませんでした。強くなれなかった。その言葉の重さが今になってわかりました。
春代は立ち上がりました。足がふらつきました。けれど倒れませんでした。私はもう逃げない。小さく言いました。ユーマのためにも。改札を通り、電車に乗りました。窓の外、雨が降り続いています。春代は自分の顔を窓ガラスに映しました。疲れた顔。シワだらけの顔。けれど、その目には何かが宿っていました。諦めではなく、怒りでもなく、静かな決意でした。明日も学校に行く。つぶやきました。そして、ちゃんと向き合う。何と向き合うのか、岡田となのか、自分の過去となのか、まだはっきりしませんでした。けれど、何かをしなければならない。そう感じていました。電車が駅を出ました。雨の夜景が流れていきます。春代は濡れた手紙をバッグにしまいました。ユーマ、見ててね。小さく言いました。おばあちゃん、頑張るから。窓に映る自分の顔。まだ涙は流れていませんでした。けれど、心の中では何かが動いていました。変わろうとする何かが。雨はまだ止みませんでした。翌日の放課後でした。春代は体育館の片隅で床を拭いていました。生徒たちはもう帰った後でした。静かでした。その時、入り口から足音が聞こえました。岡田でした。あの橋本さん。春代は手を止めました。はい。岡田は少し躊躇してから近づいてきました。昨日のこと、本当にすみませんでした。頭を下げました。春代は何も言いませんでした。ただ岡田を見つめました。あなたの名前。春代はゆっくりと口を開きました。昔の誰かを思い出させるの。岡田の表情が一瞬変わりました。目をそらしました。誰の話ですか？声が少し震えていました。春代は答えませんでした。岡田はしばらく黙っていました。そしてポケットから何かを取り出しました。古びた紙でした。折り目がたくさんついていました。これ、見てください。岡田は春代に紙を差し出しました。春代は受け取りました。それは反省文でした。15年前の子供の文字で書かれた反省文。僕は弱かった。ゆうまくんを傷つけた。もう一度やり直したい。春代の手が震えました。何も言えませんでした。あの頃のことを思い出しました。春代が若かった頃、まだ夫が生きていた頃、夏の夕暮れ、縁側で風鈴の音を聞いていました。チリン、チリン。優しい音でした。春代、お茶持ってきたよ。夫の声。ありがとう。二人で静かに座っていました。その時、夫が言いました。一羽変われるんだよ。どんなに間違ってもやり直せる。それが人間だ。夫は笑っていました。春代はその言葉を忘れませんでした。けれど今は違います。夫はいません。友心は傷ついたまま遠くへ行きました。そして目の前には岡田がいます。春代は反省文を岡田に返しました。春代、これはあなたの自己満足よ。岡田へ。春代15年前、あなたが傷つけた子に届かなかった言葉は、私には必要ない。岡田は何も言えませんでした。春代は岡田を見ました。あなたはあの時の。はい。岡田はうなずきました。僕がゆうまくんをいじめた一人です。春代の胸が苦しくなりました。なぜここに教師になりたかったんです。あの時何もできなかった自分を変えたくて。岡田の声は静かでした。でもやっぱり僕は変わってなかった。何が？橋本さんにひどいことを言った。またあの時と同じだ。岡田はうつむきました。
春代は何も言えませんでした。許すべきなのか、怒るべきなのか、わかりませんでした。ただ、一つだけわかったことがありました。人は簡単には変われない。夫の言葉とは違いました。けれど、同時に思いました。それでも変わろうとすることはできる。体育館の窓から夕日が差し込んでいました。オレンジ色の光が床に広がります。春代はその光を見ました。あの頃の夏の夕暮れを思い出しました。風鈴の音、夫の笑顔、そして優しい言葉、変われる。小さくつぶやきました。岡田はじっと立っていました。僕はどうすればいいんでしょうか。春代は答えませんでした。答えがまだ見つからなかったからです。しばらくして春代は言いました。私にもわからないわ。でも一つだけ言えることがある。春代は岡田を見ました。やり直したいならちゃんと向き合うことね。向き合う。逃げずに、ごまかさずに。岡田はうなずきました。春代はモップを持ちました。私も同じよ。小さく言いました。逃げずに、向き合わなきゃ。岡田は体育館を出て行きました。春代は一人残りました。内ポケットから濡れた有心の手紙を取り出し、夕日の中で乾かそうと広げました。春代優馬。春代は目を凝らしました。封筒の裏に薄いインクのシミが残っているのを見つけました。そこにはこう書かれていました。僕を守ってくれたのはおばあちゃんだけだった。ありがとう。春代は優馬。春代の目から静かに涙があふれ落ちました。春代守れなかったなんて。そんなことなかったんだ。夕日がだんだん沈んでいきます。体育館の中が薄暗くなっていきました。春代は窓の外を見ました。空がオレンジから紫に変わっていきます。あの頃、私は信じていた。つぶやきました。小さな優しさがすべてを変えられると。けれど、現実は違いました。優しさだけでは足りませんでした。でも、春代はモップを動かし始めました。それでも諦めたくない。床が少しずつきれいになっていきます。春代の心も少しずつ動き始めていました。次の日、春代は学校に来ませんでした。体調が悪かったのです。雨に濡れたせいで風邪をひいてしまいました。家で横になりながら考えました。岡田のこと、有心のこと、そしてあの反省文のこと、やり直したい。つぶやきました。3日後、春代は学校に戻りました。まだ小死体が重かったのですが、休めませんでした。体育館で掃除をしていると、岡田が来ました。橋本さん、体調は大丈夫ですか？心配そうな顔でした。もう大丈夫よ。春代は答えました。岡田はしばらく黙っていました。そしてポケットから封筒を取り出しました。これ見つけたんです。春代に差し出しました。春代はその封筒を見て息を飲みました。それは雨の日に落とした有心の手紙でした。どこで？駅の忘れ物センターに届いていたそうです。名前が書いてあったので、学校に連絡が来て、岡田は静かに言いました。そしてこの手紙を読みました。春代の手が震えました。読んだの？はい。すみません。でも読んでよかったです。岡田は目をそらしました。優馬くんがどれだけ苦しんでいたか。わかりました。春代は封筒を開けました。中の手紙はまだ濡れたままでした。文字はほとんど消えていました。けれど封筒の裏に何かが書いてありました。小さな文字。僕を守ってくれたのはおばあちゃんだけだった。ありがとう。春代は
この言葉を見落としていました。雨の日、慌てていて気づかなかったのです。ユーマ、涙が溢れそうになりました。岡田が口を開きました。実習でこの学校に来たとき気づいたんです。声が震えていました。僕は壊したのは人じゃなく自分だった。春代は岡田を見ました。どういうこと？ユーマくんをいじめた後、僕も苦しんだんです。夜、眠れなくて、ユーマくんの顔が浮かんで、岡田はうつむきました。親に怒られて反省文を書かされました。でも、それだけでした。ユーマくんに謝ることもできませんでした。彼は転校してしまったから、岡田の声がかすれました。それからずっと僕は自分を許せなかった。沈黙が流れました。春代は墓穴から雑巾を取り出しました。そして岡田の手に渡しました。岡田は驚いた顔をしました。春代は静かに言いました。汚れはこすれば落ちる。でも心の汚れは自分で洗うものよ。岡田は雑巾を握りしめました。そして床に膝をつきました。床を磨き始めました。ゆっくりと、丁寧に、涙がポタポタと落ちました。春代はそれを黙って見ていました。窓の外では桜の花びらが待っていました。春の風が体育館の中に流れ込んできます。岡田は泣きながら床を磨き続けました。春代も隣で雑巾を動かしました。二人の間に言葉はありませんでした。けれど沈黙の中に何かが生まれていました。わずかなぬくもり。しばらくして岡田が言いました。僕ユーマくんに会いたいです。謝りたいんです。ちゃんと。春代は雑巾を絞りました。それはユーマが決めることよ。はい。春代は岡田を見ました。春代、私の口からあなたを許すことはできない。春代、許せるのはユーマだけよ。春代だが、あなたが本気でその罪と向き合うなら、その道は私が作ってあげよう。ユーマに連絡してみる。ただし、ユーマが会いたくないと言ったら、それで終わり。岡田の目が見開かれました。本当にですか？ええ。春代は小さくうなずきました。わかりました。岡田は深く頭を下げました。その日の夕方、春代は友心に電話をかけました。おばあちゃん、どうしたの？友心の声、明るく元気でした。ユーマ、ちょっと聞きたいことがあるの。何？春代は深呼吸をしました。そして岡田のことを話しました。電話の向こうで長い沈黙が流れました。やがて友心が言いました。会ってもいいよ。本当に。もう昔のことだし。友心の声は落ち着いていました。それにおばあちゃんがそう言うなら。春代の目に涙が浮かびました。ユーマありがとう。おばあちゃんこそありがとう。ずっと僕を守ってくれて。電話を切った後、春代は窓の外を見ました。桜がまだ咲いていました。すべてはあの日から始まったのね。小さくつぶやきました。けれど今日から何かが変わる。そう感じていました。翌週の月曜日でした。春代はいつものように朝早く学校に来ました。3階の廊下を歩いていると、3年2組の教室から声が聞こえました。岡田の声でした。春代は足を止めました。教室の中を覗くと、岡田が黒板の前に立っていました。黒板の隅に白いチョークで書かれた文字。死ね。岡田はため息をつきました。手に持っていたチョークを置きました。また、小さくつぶやきました。春代は静かに教室に入りました。先生、岡田は振り返りました。橋本さん。
春代は岡田の横に立ちました。黒板の文字を見ました。先生、一緒に落としましょう。岡田は何も言えませんでした。春代は墓穴からスポンジを取り出しました。岡田にも一つ渡しました。さあ、二人は黒板の前に立ちました。スポンジを水に浸しました。絞りました。そして黒板をこすり始めました。ゆっくりと、丁寧に、文字が少しずつ消えていきます。岡田の手が震えていました。なぜですか？岡田が聞きました。なぜ僕を助けてくれるんですか？春代は手を止めませんでした。助けてるんじゃないわ。じゃあ、一緒にやり直してるのよ。岡田の目に涙が浮かびました。僕なんか、もう責めるのはやめましょう。春代は静かに言いました。あなた自身を。岡田はうつむきました。涙がポタポタと落ちました。僕はずっと自分を許せなかった。わかってるわ。ゆうまくんを傷つけて、橋本さんを傷つけて、岡田の声がかすれました。でも、春代はスポンジを動かし続けました。でも、傷つけたのは他人だけじゃない。あなた自身も傷ついてたのよ。その時、教室のドアの外で気配がしました。数人の生徒が立っていました。春代と岡田を見ていました。岡田は慌てて涙を拭きました。あおはよう。生徒たちは黙っていました。一人の女子生徒が小さく言いました。先生なんで泣いてるの？岡田は答えられませんでした。春代が代わりに言いました。先生はね、頑張ってるのよ。やり直そうとしてるの。生徒たちは顔を見合わせました。岡田が口を開きました。ごめん。君たちに見せたいんだ。声が震えていました。やり直せるって。生徒たちは何も言いませんでした。ただじっと岡田を見ていました。やがて一人の男子生徒が教室に入ってきました。黒板消しを取りました。俺も手伝います。岡田は驚きました。女子生徒もスポンジを取りました。私も5人で黒板を拭きました。誰も何も言いませんでした。ただ黙々と手を動かしました。文字が完全に消えました。黒板がきれいになりました。岡田は生徒たちに頭を下げました。ありがとう。いいっすよ。男子生徒は照れくさそうに笑いました。でも、先生、女子生徒が言いました。次、こんなの見つけたらすぐ言ってください。一人で抱え込まないで。岡田の目にまた涙が浮かびました。ありがとう。生徒たちが教室を出て行った後、春代と岡田は二人きりになりました。岡田は窓の外を見ました。校庭の桜が風に揺れていました。橋本さん。はい。僕やっとわかった気がします。何が？許すって他人のためじゃなくて自分のためなんだって。春代は小さく微笑みました。そうね。二人はスポンジをバケツに戻しました。水が黒く濁っていました。また汚れたわね。春代が言いました。でも、きれいにできますね。岡田が答えました。何度でも。教室を出ると、廊下に朝日が差し込んでいました。眩しい光でした。春代は、その光の中を歩きました。足取りが少し軽くなっていました。岡田も、隣を歩きました。橋本さん。何？本当に、ありがとうございます。春代は答えませんでした。ただ、静かに微笑みました。その日の放課後、春代が帰り支度をしていると、岡田が来ました。橋本さん、来週ゆうまくんに会います。そう。怖いけどでも、行きます。頑張って。
春代は短く言いました。岡田は深く頭を下げました。春代は学校を出ました。空は青く澄んでいました。やり直せるか。つぶやきました。私もそう信じたい。バス停へ向かう道。春代の影が長く伸びていました。けれど、その歩みは確かでした。卒業式の朝でした。春代はいつものように学校に来ました。午前5時半。まだ誰もいない廊下を静かに歩きました。3階の教室。3年2組。ドアを開けると黒板が見えました。隅に小さな文字がありました。ありがとう。春代は立ち止まりました。筆跡に見覚えがありました。有心の字でした。その夜、春代が家に帰ると、スマートフォンに通知が来ていました。学校のメールボックスにメッセージが届いていました。開くと短い文章がありました。おばあちゃん、岡田先生と会ってきたよ。話せてよかった。僕もずっとあの頃の自分を責めていたんだ。憎しみじゃなく手放す勇気を教わったよ。もう本当に大丈夫。すべておばあちゃんのおかげだ。わい。春代は画面をじっと見つめました。涙が一筋流れました。けれど悲しい涙ではありませんでした。翌朝、春代はまた学校に来ました。体育館の前で岡田に会いました。おはようございます、橋本さん。おはようございます。岡田は少し緊張した顔で言いました。僕もここで続けます。逃げずに。春代はうなずきました。私は明日も吹くよ。誰かが滑らないように。二人はお互いに微笑みました。春代は3年2組の教室に戻りました。黒板のありがとうはまだ残っていました。スポンジを手に取りました。けれど消しませんでした。そっとチョークを置きました。きれいって床だけじゃない。小さくつぶやきました。生き方のことだね。窓の外から朝日が差し込んできました。眩しい光が教室を照らします。春代はその光の中に立ちました。深く息を吸いました。空気が澄んでいました。モップを持ちました。廊下を歩き始めました。足音が静かに響きます。一歩、また一歩。規則的で確かな足取りでした。校庭の桜はもう散っていました。けれど、新しい緑の葉が芽吹いていました。春から初夏へ。季節は移り変わっていきます。春代は窓の外を見ました。生徒たちが登校してきます。笑い声が聞こえてきました。おはよう。今日テストだって。やばい。勉強してない。いつもの朝。変わらない日常。けれど、春代の心は変わっていました。モップを動かしました。床がきれいになっていきます。一筋、また一筋。丁寧に心を込めて。ふと足元に何かが落ちていました。拾い上げると小さなメモでした。掃除のおばさん、いつもありがとう。子供の字でした。春代はそのメモをそっとポケットに入れました。微笑みました。廊下の奥から光が差していました。朝日が床に長い影を作ります。春代はその光に向かって歩きました。もう一度生き直そうと思いました。何度でも。誰かのために。そして自分のために。モップの音だけが響きます。静かで穏やかな音でした。春代の一日がまた始まりました。明日も、明後日も、きっと続いていくのでしょう。この音とともに、この光とともに、最後までお聞きいただき、ありがとうございました。チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。いいねもお願いします。